こんにちは。ご視聴ありがとうございます。管理栄養士のとんきちです。突然ですが、こんな風に思ったことありませんか？油は太る。できるだけ控えようって。でも実は油は美しさと健康の鍵になる栄養素。そして素材の美味しさを引き立ててくれます。今日のテーマは和食と油の上手な付き合い方。健康的に美しく年齢を重ねるヒントをたっぷりご紹介していきます。100年前の日本人の平均寿命は40代。世界的にも短命な国民でした。2023年の日本人の平均寿命は男性が 81.09 歳、女性が 87.14 歳。なぜこんなにも寿命が伸びたのでしょうか。その大きな理由が和食という独特の食文化にあります。和食の魅力は肉、魚、バラエティ豊かな食材を使い、素材そのものの味わいを生かす多様な調理方法。日本人は1日約2000キロカロリーのエネルギーを摂取していますが、この数字は100年前とほとんど変わっていません。最も変わったのは肉や卵、乳製品の摂取が増えたこと。一汁三菜を基本とし、ご飯を主食とする食べ方で、肉類の消費が過剰に増えず、程よい量のタンパク質や油を摂取することで、日本は世界的な長寿国になったのです。油の取り方は国によって随分違います。日本は魚や植物性の油を中心に脂肪分少なめ、あっさりとした料理が多い。BMI30% 以上の肥満率は約 4%。脂質のエネルギー比率は約 30% です。アメリカは肉料理中心でボリュームが大きいのが特徴。ハンバーガー、ステーキ、ポテトなどが人気。肥満率は約 40% 前後で高め。脂質のエネルギー比率約 40% です。フランスはバターやチーズを多く使う。特にパティスリーが充実。食事を楽しむ文化。肥満率約 17%。脂質のエネルギー比率は約 40% です。近年注目されているのが地中海食。オリーブオイル、ナッツ、魚介、たっぷりの野菜が中心です。赤身肉は控えめで、加工品も少ないのが特徴。和食と共通しているのは、自然のものを美味しく食べるという姿勢。どちらも健康長寿を支える食文化です。油って悪者みたいに言われがちですが、実は体にとって大事な存在。脂溶性ビタミンの吸収を助け、美容と健康をサポート。細胞膜の材料となり、細菌、ウイルス、アレルゲンなどの異物の混入、体内の水分の蒸発を防ぎ、肌の潤い、臓器の機能を維持します。ホルモンを作る材料となり、ホルモンバランスの維持に重要な役割を果たしています。特に魚に含まれる油 EPA、DHA は炎症を防ぎ、老化も抑えてくれる優れもの。中性脂肪の合成を抑えて燃焼を促進します。エネルギーを生み出すミトコンドリアを活性化させてエネルギー代謝を高めるため、体が冷えにくくなり、太りにくい体を作ります。男女ともに年齢を重ねていくと油の摂取量は落ちていく傾向にあります。代謝が落ち、油っぽいものを受け付けなくなる方も少なくありません。しかし、油の摂取量が極端に減ると、細胞の代謝が滞り、老化が進み、免疫力が落ち、病気にかかりやすくなるなどのリスクになります。油を取ると満腹感を作るホルモンの数値が高く、
長く、逆に空腹感を感じるホルモンが抑制されるため、適量を摂ればダイエット効果を期待できます。コクや香りがプラスされ、美味しさも倍増。制限すると満足感がなくなって、ついつい食べ過ぎになってしまいます。油を上手にとって、しっかり満足する食べ方が美味しく健康の秘訣です。厚生労働省日本人の食事摂取基準では、1日の脂質摂取目標量は総エネルギーの20から 30%、成人男性 75g 前後、成人女性 55g 前後が目安となります。中性脂肪や LDL コレステロールを上げ、炎症を促進し、動脈硬化が進みやすい肉の脂、サラダ油、トランス脂肪酸、揚げ物、加工食品などは控えめに、オリーブオイルやナッツは適量を、魚は1日1回食べることを私は意識しています。買い物の時は食品成分表示をチェックする癖をつけましょう。油は酸化しやすいので、新鮮なものを摂取し、酸化した油を避けることも大切です。調理方法や食品の選び方を意識して、自分の心と体が満足できる油の量を少しずつ探ってみましょう。油は香りやうまみ成分をよく溶かす性質を持っています。料理に油を加えることで、香りやグルタミン酸、イノシン酸などのうまみ成分がより長く持続し、複雑で豊かなコク、味わいを感じることができます。油は食材に滑らかさや柔らかさをもたらし、食感を向上させます。揚げ物は高温の油で食材を素早く加熱することで、表面がカリッと香ばしく、中はふっくらと仕上がります。油と水分を混ぜ合わせることで乳化が起こり、コクや濃厚感、とろりとした食感を生み出します。油を摂取すると、脳からドーパミンという神経伝達物質が分泌され、快楽や期待感をもたらします。このため、油をたくさん含む食品、つい食べたくなる衝動を感じ、やみつきになることもあります。油は香りや味わい、食感を豊かにし、美味しさを際立たせ、脳を刺激することで食事の満足感を高めてくれます。和食流油の使い方ベスト3をご紹介します。天ぷらの軽やかさ。高温短時間でサクッと揚げて余計な油を吸わせない技。サクサクとした食感と素材のうまみが組み合わさった絶妙なバランス。薄くて軽い衣が素材の風味を引き立て、揚げたての天ぷらは特にその美味しさを際立たせます。旬の食材、特に新鮮な海鮮や野菜を使うことで、天ぷらのうまみや食感が格段に向上します。塩や天つゆで味わうのが定番ですが、レモンや大根おろしを添えても美味しくいただけます。うなぎの脂を生かすかば焼き。うなぎ自身の脂でふっくらジューシー、香ばしく焼き上げる。江戸焼きのうなぎは白焼き、蒸し、油抜き、本焼きの工程を経て、ふっくらと柔らかい食感が楽しめます。中火でじっくり焼くことで脂がじゅわっと溶け出し、うまみが増します。さらにかば焼きにした後、特製のタレを何度も重ね塗りすることがポイントです。この独特の香ばしさがうなぎの味を一層引き立てます。
寿司の美味しさは素材の脂のうまみ。脂が乗っている魚は口に入れた時にとろけるような食感と濃厚なうまみ成分が豊富。魚の種類や脂の乗り具合によって食感や風味に様々な変化をもたらします。旬の魚は脂が乗り美味しく、和食では季節感を大切にします。一貫一貫が丁寧に手で握られるため、見た目にも美しく、一口で広がる風味と舌触り。新鮮な魚介類のうまみやシャリの食感、酢飯の風味の調和が絶妙です。和食は旬の新鮮な食材を使い、素材が持つうまみ、風味をとことん引き出す調理法、季節の移ろいの表現を大切にしています。和食は自然を敬い、自然の恵みを大切にする心が育んできたものです。私は見た目で栄養バランスが分かり、片付けの手間もかからないワンプレートに食事を盛り付けます。主食はもち麦雑穀ご飯にさつまいもやかぼちゃをプラス。主菜にはサーモンにアボカド、オリーブオイル、わさび醤油をかけて。サーモンは心臓病や動脈硬化の予防に効果的なオメガ3脂肪酸 EPA、DHA、ビタミン C よりも強力な抗酸化作用がある。アスタキサンチンが豊富。ビタミン D、ビタミン A、ビタミン B1、B2 などビタミン類もたくさん含まれ、脂質や脂肪の代謝を促進、皮膚の状態も良くします。体を作る良質な動物性タンパク質も含んでいます。アボカドはリノレン酸やリノール酸といった不飽和脂肪酸が豊富。脂肪分が 20% 以上あるから森のバターとも呼ばれます。実はコレステロールを下げてくれる働きがあります。抗酸化作用のあるビタミン E が豊富なので、シミやシワが気になる方に積極的に食べてほしい食材。アンチエイジング効果がたっぷりです。副菜にほうれん草のごま和え。ごまには良質な脂質、リノール酸、オレイン酸など、タンパク質、炭水化物、ミネラル、カルシウム、鉄、亜鉛など、ビタミン、食物繊維、さまざまな栄養素がバランスよく含まれています。特にゴマリグナンという老化防止や生活習慣病の予防に効果が期待される抗酸化物質が注目されています。切り干し大根やお味噌汁も一緒に、さっぱりしているのにしっかり良質の脂質も取れて、美味しさも大満足です。太りたくないからと間食を避けていませんか？間食の上手な選び方、摂取しても太りにくい時間帯、注意点などを知れば間食を怖がらなくても大丈夫。おすすめのおやつは良質な脂質を含む食べ応えのあるナッツ、高タンパクなチーズ、食物繊維が豊富なフルーツやさつまいも、乳酸菌を含むヨーグルトなど。時間帯は15時頃がベスト。体内で脂肪の蓄積に関係する B○1 というタンパク質が最も少ない時間帯です。お気に入りのお菓子を適量守って味わうのもありです。でもトランス脂肪酸や飽和脂肪酸が多い菓子パンやスナック菓子は頻度を減らすように心がけています。食べないよりも
上手に付き合うことが大人の選択です。ステーキ、寿司、天ぷら、ラーメン。油がたっぷり乗った料理は美味しいですよね。高カロリーで中性脂肪、コレステロールがたっぷり。摂りすぎると肥満や動脈硬化を進めてしまう危険もあります。しかし、油は敵ではありません。若々しさ、美しさを保つには、質の良い油を選んで適量摂ること。和食の知恵と世界の健康食を組み合わせて、自分らしい食事スタイルを見つけていきましょう。今回の動画が食べるのが好き、でも太りたくない、そんなあなたのヒントになれば嬉しいです。これからも和食の健康でハッピーな食生活の情報を発信していきます。チャンネルに対するご意見やあなたの実践している油の摂り方、健康情報などもお待ちしています。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。